はい、皆さんこんにちは。ザッピーです。今日はですね、アビーロードに関係している話なんですよね。えー昨日までですね、リボルバーで来てたんですけれども、今日はアビーロード関連に変わります。アビーロードの話なんてね、言ったらもう1回や2回どころじゃないですよね、本当にね。もう10回や20回の話になっちゃいますよね、本当に。みんなね、興味のあることを話していけばですけれども、でもね、そんな中で今日は You Never Give Me Your Money の話を特にしたいんですよね。おそらくですね、皆さんもアビーロードの話というふうになればですね、キリがなくいろんな、ね、好きなこと、気になることあるんじゃないでしょうかね。例えば、仮にですけれども、また例によって僕の方が、B ロードの A 面と B 面どちらがお好きですかなんてね、聞いちゃったらばまたいろいろね、皆さんなりのお答えが絶対出るでしょうね。うん。アビーロードの曲の中でどれが好きですかって言ったらこんな名曲だらけのアルバムないのでね、また出てくるでしょうし。本当にね、このアビーロードっていうのは、本当にジャケットも含めて全てが魅力的ですよね。いかがでしょうか。僕もアビーロードじゃあ何回聞いたんですかって言われたら、どうですか皆さんもそうですけど、1000回って超えてませんかね普通に。どうですかね。あの、逆にね、聞き出すともうこれほど毎日聞いても飽きないっていうのも珍しいんじゃないかと思うぐらいの作品じゃないかと思うんですよね。それね、話はもうキリがないので今日はそこまではしないんですけれども、前戻りまして You Never Give Me Your Money なんですよね。アビーロードは、ご存知の通り B 面の壮大なメドレーですよね。あれにつきますよね。本当にこの特徴っていうんでしょうかね。アルバムとしての特徴って言ったらみんなそのメドレーを挙げるんじゃないでしょうかね。曲一曲一曲も全てが素晴らしいんですけれども、とにかくメドレーの中で惜しげもなくですね、もうどれ一つとっても全てが名曲になるような、曲のね、メロディーも持ち、雰囲気も持っているものを惜しげもなく本当に出していくと。才能を使いたい放題で使うと。でも全然ね、まだまだ湧いてくるんでしょうけれども、そういう、贅沢な作品ですよね。で、そのメドレーなんですけれども、じゃあどっから始まるかというと、僕はこの You Never Give Me Your Money から始まっているというふうに思うんですよね。人によってはね、そうじゃなくて、サンキングが終わってからかなとかいう方もいると思うんですけどね。僕はこの You Never Give Me Your Money からメドレーが始まっているというふうに、勝手に思ってるわけなんですよ。で、最後まで続くという一連の流れと。その理由なんかはね、ちょっとまた勝手に後で話をしたいんですけれども、これをですね、例によってね、僕が昔ですね、もう紐解いていった時にバンドをやったりね、する中で紐解いていった時にやっぱり驚いた経験があるんですよね。今はもう皆さん知ってて常識的なことかもしれませんので、特に新しいことではないかもしれないんですけれども、当時としてはとんでもなく驚いた覚えがあって、その話をしたいと思うんですよ。で、まずですね、そのメドレーっていうのはいろんな曲が入ってて、どん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 新しく展開していくわけですよね。で、この You Never Give Me Your Money もですね、一曲の中でそれが起きるという曲だと思ったんですね。ちょっとコードをね、コード表と歌詞を見ながらご説明したいと思います。こちらをどうぞ。はい。これなんですけれども、本当はね、楽譜で表を表した方が分かりやすいんですよね。でもちょっとコピーライトの問題があるかもしれないのと、ピアノ弾いちゃった方が本当ははるかに早いんですけれども、それもちょっとね、また引っかかったりすると嫌なので、一番分かりづらいんですけど、これでご説明してみたいなと思います。まず You Never Give Me Your Money はピアノで始まっていくんですよね。最初からずっとね。気になったとこから話をするとですね、この F メジャーがまたものすごい綺麗ですね。これマイナーな曲なんですけれども、ポール・マッカートニーがマイナーな曲の中で、マイナーキーの曲の中で、メジャーコードを使う時って本当に綺麗に使いますね。最初僕もこれ弾いた時に、もう何十年も前ですけれども、本当にね、感動した覚えがありますね。
今はね、もうこんなのはたくさんいろんなところで出てくると思うんですけれども、当時だって他のグループでやってたかもしれません。しかし僕は、ビートルズをね、本当にたくさん聴いてたので、こういうところで感動してたわけなんですね。素晴らしいですね、本当に。こちらもそうですけどね、2回続くわけですね。Am から始まり、キーですね。で、それがですね、これものすごいいいメロディーだと思いませんか？素晴らしい曲が始まったっていう、そんなイメージで、ね、みんな考えっていうか印象を受けるんじゃないでしょうか。で、ところがですね、この曲が突然ここで転換するんですよね。本当に。一言で言うと、このメロディーをたったここだけで捨てちゃうっていうのかな。要するに終わらせちゃうんですよね。普通曲っていうのは、こういう主題があったらば、サビに行って、サビの後にこのまたメロディーに戻ってきて、ね、この主題で終わるっていうのが普通の曲ですよね。多くの曲ですよね。で、この曲に至ってはそれを完全に常識的なことを無視していて、今はたくさんあるかもしれませんよ。何度も言いますけどね。当時ですからね、もう2、30、何年前、ごめんなさいね。もう覚えてないんですけども。その頃自分がこう紐解いていた時に驚いたわけですよね。こんな綺麗なメロディーがここで終わってしまう。で、それで、ここも一気にもう曲調が変わってくるわけですね。で、これがじゃあ、この A メロディー、ね、最初の主題のサビというふうに捉えていいのかっていうと、そう捉えきれないんですよね。サビじゃないんですよね。新しい全然違った展開が始まったというふうに僕は当時考えたんですよ。というのは、またここに戻るわけじゃないので、サビじゃなくて、それも全然違ったイメージが始まって、で、次もですね、またここで全然違ったイメージが来るんですけれども、これは、むしろですね、もしサビだというふうに捉えるならば、この2番目のブロックの、メロディーに対するサビだと捉えれば少しは納得するんですけれども、いずれにしてもですね、この1つ目のブロック、2つ目のブロック、3つ目のブロックと全然違うメロディーが展開していくわけですね。で、戻らないんですよ、それ。どこにも戻っていかないんですよね。嫌になっちゃいますよね。こんなにいい曲のメロディーがもう終わっていく。ここも終わっていく。ここももしかしたらこの流れのここに対するサビだというふうに考えることもできるんですが、少なくともこれもここに戻らずに、この2番目に戻らずに終わっちゃうわけですよね。で、こっからギターの感想ですね、が始まるわけですけど、かっこいい感想ですよね。で、どんどん進んでいくと結果的には A に転調するわけなんですね、ここでね。で、こっからまた全然違うね、メロディーのブロックが始まるわけですよね。で、これもずっと続いていって、ここもちょっと違うんですが、これはおそらくね、1ブロックと考えてもいいのかなと。このブロックに対する、これがサビというふうに考えてもいいのかなというふうに思ったりもしますね。Sweet Dream から始まりますね。Soon we'll be away from here. ここもね、かっこいい曲ですよね、本当にね。で、ここでまた、ブロックが形成されて、で、最後は、この1、2、3、4、5、6、7になって、すっごいかっこいい、ね、流れでリピートして終わっていくわけですよね。もし、本当に一つ一つを独立したブロックと考えれば、1個、で、次、2個、次、3個、次、4個と考えていいかな、ここから4個、で、5個という5つの全然違った曲が組み合わさっていると考えてもいいとすら僕は思っちゃったわけですよね。というのはみんなずっとこう流れていって帰結しないんですよ、前にね。前の、なんていうんですかね、流れの中に戻っていかないんですよ。で、このままずっと流れていってサンキングに行くと。なので、この You Never Give Me Your Money 自体がですね、もう、ちょっと大胆に言えば、アビーロードの B 面メドレーありますよね。ああいうどんどん流れていくパターンを、この一曲の中にも、それが、表現されているというんでしょうかね。曲の中にこのメドレ
のね流れがもうできていて、全然違う曲がわずかこの曲の中に惜しげもなく素晴らしい曲がもうぶち込まれていると、投げ込まれているというふうになんとなく僕は理解したんですよ当時。でこれを知った時にもうぶった上げましたよね。ただ聴いてるとやっぱりいい曲だなで終わるんですけれども、こうやって見るといくつポール・マッカートニーはこの中で独立した曲になってもいいようなねメロディーをぶち込んだんだろうと驚くわけですよね。いや細かいことを言うとキリがないんですけどね、本当に大きく見た時にそういうまず驚きがあったんですよね。で先ほどの話に戻りますけれども、なんでじゃあこの曲がB 面メドレーの初めだ、要するに突破締めだって僕が思ったかというと、これは皆さんも思ってらっしゃるかもしれませんけれども、このね美しいこのブロックのメロディーがですね、もうここで終わってますよね。ここで一回終わってもうなくなっちゃうんですけども、ところが皆さん知ってらっしゃる通り、キャリー・ザット・ウェイトの中でこれが出てくるわけですよね。あの感動ったらないですよね。どうでしょうか。一番初めて聞いた時にキャリー・ザット・ウェイトでもうそろそろ終わるなって時にここのメロディーが出てきますよね。キャリー・ザット・ウェイトの感想にね。でギターも弾いてくれるわけですよね。あれこの曲どっかで聴いた、このメロディーどっかで聴いたって初めて聞いた時思いませんでしたでしょうか。僕は当然思ったわけですよね。あれこのメロディーどっかで聞いたな。もう大感動ですよね。本当に涙が出そうな感動っていうことなんでしょうかね。なので、結果的にキャリー・ザット・ウェイトっていう最後の曲に向かってこの曲はこのメロディーで締めを迎えるわけですよね。なので僕はその時初めてですね気がついた時にYou Never Give Me Your Money がスタートであのメロディーを持ち込んだことで最後を迎えたんだなって、このメロディーを持ち込んだことでメドレー壮大なメドレーは最後に向かってそれで最後のね締めを迎えたんだなっていうことを自分なりにね考えたわけなんですよ。感じ取ったわけなんですよ。いかがでしょうか。違うかもしれませんよ。僕はそう感じたっていうだけの話です。本当に。その後ねこういう手法っていうのはポール・マッカートニーバンド・オン・ザ・ランのねアルバムの中でも撮ったりしますよね。でそういう時はポールまたやったなとかね思ったりしたもんですよ本当にね。それからというものも何千回って聞いたんでしょうねきっとね、僕もねと思いますよね。やっぱり素晴らしいB 面なんですけれども、その B 面の中のそのスタートになったね、このスタートになったと僕は思っている You Never Give Me Your Money の中でももうそのメドレーがね実現されているんだなと思った時に、そう僕は思った時にまたねすごいな、ものすごい感動をね覚えた記憶があります。今日は You Never Give Me Your Money の話なんですけれども、実際ねこの曲本当にね他にもっとちょっとねこういうとこもいいんだこういうとこもいいんだっていうのは喋りたくなっちゃうのもあるんですけどね、本当にね時間がないんですよ、やろうと思っちゃうとね。なので今日はここまでにしたいと思います。もしね何ヶ月か何週間か何年か続いてるか分かりませんけれども、やっててまた舞い戻ってくるかもしれません。そのくらい好きな曲、大好きな曲です本当に。東京ドームにね、ポール・マッカートニーがかつて来て見に行った時にこれやってくれたんですよね。イントロ、ほんの最初のうちだけですけれども、ほんの最初のねここの部分あたりだけですけどね弾いてくれたことがあったんですよ。その時ちょっと泣けましたね。今でも覚えております。はい、今日はね、ここまでにしたいと思います。以上です。